皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国に対する国家賠償を求める声が強まっているというニュースについて取り上げようと思います。新型コロナウイルスによるパンデミックが発生し、中国から世界へとその被害が広がっています。そのために多くの人々が命を失ったりしているわけですが、これに対する責任が一体誰にあるかといえば、それは当然のように封じ込めに失敗した中国です。この問題に対して中国はしっかりと賠償をすべきだという声が高まるのは当然のことでしょう。そのために世界各国では訴訟が起こっており、中国に賠償を求める声というのが強まっているのです。その賠償額というものが一体どれだけになっているのかというところで、今話題になっています。それでは被害が一番大きいアメリカのトランプ大統領が一体どのような発言をしているか、そして賠償金額を積み上げると一体いくらになるのかといったニュースについて見ていきましょう。トランプ氏、中国に損害賠償請求の可能性を示唆。ドナルド・トランプアメリカ大統領は27日、中国の武漢で始まり、世界中に感染が拡大した新型コロナウイルスをめぐって、中国に損害賠償を請求する可能性を示唆した。トランプ氏はホワイトハウスでの会見で、我々は中国に不満だ。状況全体について不満だ。なぜならウイルスの発生源で感染を止めることができたはずだからだ、と述べ、素早く食い止められたはずだし、そうしていれば世界中に拡大しなかったはずだ、と強調した。さらに中国に責任を負わせる方法はたくさんあると述べ、知っての通り、我々は非常に重要な調査を行っていると続けた。最近ドイツの新聞が新型コロナウイルスによる経済的損失に対して中国がドイツに賠償金約18兆円を支払うべきだとする論説を掲載。これについてアメリカも同様のことを検討するか問われたトランプ氏は、それよりももっと簡単なことができるとコメントした。ドイツは検討しているし、我々も検討している。アメリカはドイツが考えている金額よりもはるかに高い額を話し合っていると明かし、最終的な金額はまだ決定していないが、かなりの額だと述べた。また、これは世界中が受けた損害だ。アメリカが受けた損害だが、世界も被害を受けたと語った。中国に対する賠償の金額というものを足し合わせた記事が続きます。すでに8カ国が中国に賠償請求、合計額は1京円超え。中国 GDP の7年分、フランスメディア。2020年4月29日、フランス国際放送局 RFI は、新型コロナウイルスの感染拡大をめぐり、現時点で少なくとも8カ国が訴訟を起こしていると報じた。記事は、香港経済日報の29日付報道を引用。現在、アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、エジプト、インド、ナイジェリア、オーストラリアの8カ国の政府や民間機関が、新型コロナウイルスの感染拡大を招き、自国に大きな被害をもたらしたとして、中国政府に賠償を求める訴訟を起こしていると紹介。外国による中国への賠償請求を100国連合と形容する人もいるが、あながち言い過ぎではないだろうと伝えた。そして、8カ国が中国政府に対して求めている賠償額の合計は約5300兆円となり、これにアメリカミズーリ州の推定賠償請求額を加えると、約1京1000兆円を上回り、中国の GDP7 年分に相当する額に達すると伝えた。一方で放送界の関係者からは、訴訟が非現実的との見方が出ているとし、例えばアメリカでは外国政府が被告として提訴された場合も、裁判権免除となる主権免除が適用されるため、裁判所が訴訟を受理することは難しいと解説した。二つ目の記事はレコードチャイナの記事だったわけですが、この記事では非常に注意点があります。まず、ここで述べられている話というのはあくまでも世界各国で起こっている損害賠償請求などの訴訟などについての賠償金額を積み上げた金額です。ですから、各国政府がさあこの金額を中国に対して求めていますよというものを積み上げたものではありません。最初の記事でもあったように、一番被害が大きいアメリカ政府でさえ別に中国に対していくら払えといったわけではないのです。また、ドイツなどにおいても賠償を求めるべきだというのは報道の話です。あくまでも政府がこう言っているわけではありません。ですから、この記事を読んで世界各国において中国に対して賠償を求めているのに、なんで日本政府はこうした動きをしていないんだという批判は少し的外れです。ここで述べられているのはあくまでも損害賠償請求の訴訟問題です。
この訴訟の賠償金額を積み上げたものなのです。それこそ同じ話で言うならば、日本の中において日本の裁判所に中国政府に対して賠償すべきだといった訴訟問題を起こせば、この中の記事ではその金額がカウントされることになります。さて、そういった細かい点についてはレコードチャイナは気にするような報道ではないので、この問題については少し横に置いておきましょう。トランプ大統領は賠償請求を検討しているという話をしています。では一体どのような形で中国からの賠償金をもらうのでしょうか。単純に金を払えと言ったのでは中国政府は決して払わないでしょう。どこの国からの請求についてもきっと同じはずです。ですが、トランプ大統領にはこれを可能にする方法があると言われています。それが国際経済緊急権限法という法律です。この法律はアメリカにとって外交上や経済的もしくは安保上の危険がある国に対して指定を行い、その危険のある国に対しての資産凍結などを可能にするものです。そしてこの資産を凍結するという場面においてアメリカはまさに基軸通貨だからこその話があります。中国が持っている米国の国債です。この国債というものを資産凍結の対象とし没収することによって賠償金額に充てるという考え方があるのです。アメリカの国債を中国は非常に多く持っています。それは外貨準備高の一環として持っているものです。その金額は世界第2位の110兆円だと言われています。単純に中国に対して賠償金を払えと言ったのでは中国は決して払わないでしょう。しかし、この法律の対象国として中国を指定し、資産凍結の対象として中国が持っているアメリカの国債をそれを当てれば、110兆円がアメリカの国庫に戻ってくることになります。ちなみにアメリカの国債というものは紙のようなもので発行しているわけではなく電子データとして存在しているということです。ですから現物差し押さえのようなものは必要ないということなのでこうしたことができるのです。しかしこの法律には一つ問題があって、本来であればこの指定国というのは北朝鮮のような明確な敵対国です。ですから中国とは貿易紛争の真っ最中で関税合戦なども行ってはいるのですが、しかし貿易などを完全にシャットアウトしているわけではありません。ですからこの法律を使うのは劇薬すぎるという解説などがニュース記事などで上がっていました。ただし、このような手段があるということを覚えておけば、トランプ大統領がいざこの法律を使って中国が持っている国債を全て凍結し接収するといったことが起こったとしても、なるほどそういう手を実際にやったんだなと驚かずに見ることができます。しかし世界第2位の保有国に対して資産凍結の対象にするということになって、実際にそれを接収するとなれば、アメリカの国債を持つことそれ自体がリスクだなというのを世界に知らしめることにもなるために、ちょっと悪影響も大きいかなとは思います。なので、穏当な形を取るのであれば、やはりここは世界各国連名の形で団体交渉をするのが一番良いでしょう。それこそ歴史上においては、どこかの国に対して圧力をかけるのであれば、数カ国が束になってかかるというのがよくある場面でした。昔は日本も欧米の国から連名でこうした圧力を受けてその要求に従ったという過去があります。同じように中国に対して一つ一つの国が個別に交渉して賠償を求めたとしてはもう話にはならないでしょう。それこそ今回被害を受けた国々が全部が連なる形で中国に対して一つのまとまりとなって賠償を求めるという方がよほど話は進むと思います。なぜそのように連盟を組むべきかといえば、それはパワーバランスが少し崩れかけているからです。現在アフターコロナの世界のことを考えた場合、中国の影響力が高まろうとしているその危険性を考えると、やはり多くの国々で手を結ぶ必要があります。経済的な打撃のことを考えても欧米の打撃というものは非常に深刻です。これは中国以上だと考えられます。このような状況下にあって中国は南シナ海に行政管区の設定をしたり、その軍事的な支配権を強めようとしています。そして南シナ海周辺の ASEAN 加盟諸国においてもパンデミックによる経済的な打撃は非常に深刻です。このようなところにおいて中国がより勢力を伸ばす危険が高まっています。同じように EU についてもその結束が破れようとしています。もともと経済力の弱い東欧国々や、もしくは一帯一路にもともと組み込まれていたであろうイタリアなどはパンデミックの影響があったわけですが、中国からの支援を受けてこれに感謝を表明するような国々もあります。そして世界経済の停滞が起こった時にはアフリカ経済などにも打撃が加わります。この打撃によって債務の罠が発動し、中国の支配権がよりアフリカ大国において強化されるという危険性も高まっています。
このようなことから世界の国々がバラバラで中国に対応していたのでは、中国の脅威度を増すことに制止をかけるのが難しい状況です。パンデミックの被害というものは世界各地においてこうした力の均衡を崩す作用があります。ですからこのように力の均衡が崩れた時というのはより危険性が増し、それだけに多くの国々が手を結ぶ必要があると私は考えています。そして当然のように日本は欧米や ASEAN 諸国とともに中国と対抗すべき立場なのです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。